はい、皆さんこんにちは。とうとうね、待ちに待ったものが届きました。はい、こちらです。ウッドチッパーですね。前回からね欲しかったんですけども、視聴者さんの方にもねいろいろ木を倒して枝の処理とかねウッドチッパーあった方がいいよってね結構言われてました。で私もねこれ一番欲しかったんですが、ようやくと言いますか、今回ねちょっと案件としてこちらのウッドチッパーをねいただきましたので、こちらの方ねちょっとご紹介があってら、実際にちょっと使ってどんなもんなのかね、一緒に見ていきたいと思います。で今回はねこちら私初めて聞くメーカーさんなんですが、ガイドーさんっていうメーカーですねの、ウッドチッパーになります。自社製造という風になってましたね。で Amazon でね、いろいろ販売されてます。高圧洗浄機とかね、いろいろこういうウッドチッパーとか、自社でね製造したものをね販売されてます。で今回ウッドチッパーの方がね、おそらく新しく出ましたので、そちらの方をねちょっといただきまして、レビューの方をねしていきたいと思います。でこれはねSY75 っていう方ですね。7.5 馬力だったかな、のものになります。で、ようやくね、届きまして、これ木箱でね、届きました。で、組み立ての方はね、簡単ですけれども、もうね、実際にもう済ませております。中はね、もう何も入ってないです。で、これね、組み立て自体はね、ものすごく簡単です。で、ちゃんとね、説明書もついてきてますし、足とね、タイヤと、ステーをね、あと、こう、投入口、それをね、つけるだけですんで、ものすごく簡単です。じゃあ実際にね、ちょっと現物の方を見ていきたいと思います。はい、今ね、車から降ろしました。これ今ね、私ね、車からね、一人で降ろしました。というのもね、これものすごく軽いんですよ。で、本体がね、35キロ。これですね。35キロという風になってます。で、エンジンの方がね、212cc のエンジンね、こちら積んでおります。で、これめちゃくちゃ軽くて、普通はね、私みたいなね、軽バンにはね、なかなか乗らないんですね、ウッドチッパーって。軽トラックとかでね、ないと多分乗らないんですけれども、今回のね、こちらはね、とても小さくて軽量です。なので、ちょっとここはね、今回こちらのウッドチッパーの方ね、選択させていただいたんですけれども、これがね、中のこのハンマーの部分ですよね、刃が入って回転する部分がね横型になってます。で横にねこう粉砕したものが噴出されるという風な仕組みになってて、とても軽量でコンパクトです。なので、とてもね軽いです。35キロ、私一人でね持ち上げることができます。はい、よくね YouTuber の方がね皆さん使ってる黄色いやつありますよね。私もねあれちょっと迷ったんですが、あれはねだいたいね同じクラスですと80キロぐらいはねあったと思います。で、もう一個ね、大きいクラスだと180キロぐらいかな、になります。で、実際にね、見たことあるんですが、一人で移動するのは結構大変です。で、軽トラックから下ろしたりとかね、もう一回積んだりするのは結構大変です。ただこちらはね、35キロなので、車からね、下ろしたりとかね、とても簡単です。で、移動もね、めちゃくちゃ軽いので、とても簡単です。はい。で、もう組み立ってありますけれども、先ほど言ったようにね、タイヤとね、このステーと、あとこの投入口。で、これがね、ちょっと商品ページに載ってなかったんですが、多分ね、新しくなりまして、スイッチだけね、別で送ってきました。ただね、ちゃんとスイッチがつけるように、もう穴も開いてね、改良されてましたので、おそらくね、改良版かなと思います。非常停止スイッチですね。これがないと危ないので、万が一ね、ここでこう、物が詰まったり跳ね返ってきたりした際に、緊急停止スイッチね、これがないと危ないので、これがねもう標準でついてます。今ね買うと標準でついてきてます。であと自分で配線してね、こんな感じで、やれば、こちらのボタンがね、使えるという風になりますんで、これね結構安全措置もちゃんとついてますし、そういったものはね問題ないかなと思います。はい、じゃあねこれ実際に使ってみたいんですが、前回倒したね、木がありますね。ユンボでね引っ張り上げた木で、あそこにね枝とかが全部集積してありますんで、そっちに一回持ってってどれぐらいの威力かね、ちょっと試しにね、実際に使ってみたいと思います。はい、これねガイドーさんっていうメーカー、これ聞いたことないんですが、Amazon とか見るとね結構いろんな商品出してますので、よろしければね、ちょっとこちらのメーカーさんのページね見ていただくとね結構面白そうなものがたくさん出てますんで、ぜひねご覧いただければと思います。はい、それじゃあね、今持ってきました。前回ね、伐採したここのね、
木がね、大量に置いてある場所、持ってきました。で、今持ってくるまでもね、ここ、土のね、道を歩ってきたんですが、とてもね、軽量なので簡単に持ってこれます。本当なんか一輪車をね、押してるような感じの押し方で、本当にね、簡単です。で、ここのね、投入口、ここをね、持ちながら、もう、これだけでね、動かせますんで、とても軽量で小さくて取り回しがいいです。これでね、本当に粉砕能力が高ければ、もうね、多分これ一択になってくるんじゃないかなと思います。はい。で、ちょっとね、言い忘れたんですが、この SY75 っていうのは 7.5 馬力なんですけれども、粉砕径も75ミリまでという風になります。なので、ここにある枝でね、ちょっとどれぐらいあるかわかんないですけども、細いつるとかはね、多分いけると思います。で、こういったちょっと枝とか、こういうものをね、実際に入れてみて、どれぐらいまでいけるか、ちょっとね、試しにやってみたいと思います。今日ここはね、全部やりませんけども、今日はね、あくまでレビューですんで、ちょっとね、どれぐらいまでいけるかっていうのをね、実際にお見せしたいと思います。はい。で、投入口はね、こんな感じ。ビニールの蓋がついててね、こう、跳ね返ってこないようになってます。で、もうその先はね、直接、エンジン駆動の刃がついてます。なので、ベルト駆動とかじゃないんですね。このエンジンのクランクシャフトからも直接ね、刃がついてて、その刃がね、2枚だったかな、ついてます。なので、エンジン直結になりますんで、とてもパワーがあって、よくね、ベルト式だとね、ベルト切れたりとかね、あと煙出てきたりってね、よく詰まるとそういう風になるんですが、これはそういう心配がありませんので、エンジン直結の駆動力が出てますんで、負荷がかかったらね、多分エンジン止まったりすると思いますけども、そういったね、ちょっとめんどくさいメンテナンスが必要ないので、非常にね、使いやすいかなと思います。はい。もうね、今エンジンオイル、あとガソリン全部入れてありますんで、早速ね、ちょっとエンジンの方をかけていきたいと思います。で、一応念のためにね、チップにしたものはね、後で使いたいと思いますんで、ちょっとこちらのね、袋の方に入れていきたいと思います。入るかな？ちょっとね、口が低いので入るかわかんないんですが、大丈夫かな？ちょっとどれぐらい飛ぶかね、ちょっと様子を見てね、ちょっとこの中にね、溜めていってみようと思います。はい、いかがでしょうか。順調にね、粉砕されてます。先端はね、こんな感じ。粉砕するとね、こんな感じで、削りながらね、
粉砕されてます。で、チップもね、ちゃんとこの中に集まってくれますんで、このノズルのね、角度を調整すればうまくね、入ってくれます。で、ちょっと注意が必要なのが、ここね、奥まである程度入れ込まないとね、そこでゴロ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 になっちゃうので、なるべく奥までね、ただあまり手をね、奥まで入れると危ないので、そこを気をつけながら、次の木とかでね、こう押してあげて、それを入れ終わってから次の木を入れるっていう風にね、やってあげればうまくね、入っていきます。一瞬だけちょっとエンジン止まりましたが、ちょっとね、手を離してしまったので、多分中でね、こう暴れてね、絡んでしまったと思います。ただね、エンジン止まってくれるだけなので、またすぐにね、再開することができます。じゃあちょっとね、しばらくやってみたいと思います。はい、今ね、ちょっと何本かね、やってみました。で、わかりやすいようにね、ちょっと袋の方どかして、地面にね、噴射させてみました。で、一応ね、切りくずはね、こんな感じです。はい、これ生木ですね。この前切ったばっかなので、まだ柔らかいです。こんな感じで粉砕されます。あとはね、ちょっと乾燥した木だと、やっぱりこう、細かくね、なります。まあ、どっちがいいか好みなんですが、私的にはね、結構大きめのウッドチップが好みなので、まあ、これぐらいがちょうどいいかな。っていう感じですね。はい。でもね、綺麗にちゃんとされます。丸いやつもね、ちゃんとこういう丸いような感じでね、スライスされる感じですね。刃がね、やっぱね、横にこう回転してるので、そこにね、木を突っ込むと、そのまま、ガツンと切断されますんでね、こういった丸みを帯びた感じで出てくるものもあります。はい。まあ、木の種類によってね、変わると思うんですが、こんな感じでね、できます。とても綺麗ですね。で、ちょっとね、やっぱり今使ってて思ったのが、この中にね、木を入れるんですけども、このビニールよりね、先言ってあまり手を入れない方がいいんですね。危ないのでね。そのためのガードなんですが、中でね、木が残るんですよ。で、木が残ったやつをね、さらに入れたいっていう場合があります。で、そうしないとね、ずっとそこにゴロゴロ残ってしまうので、最後までね、押してやらないといけないんですが、まあそういった時用にね、こういった押す棒をね、1個準備しとくと、こうやってね、入れた後に押してあげれば、まあこの木はね、別に削れても大丈夫なので、そのままね、こう入って最後までね、削り出すことができますんで、まあこういうのね、ちょっと1本用意しとくといいかもしれないです。はい。で、試しにね、今サンプルを持ってきまして、まずこの製材された普通の木ね、これできるか、綺麗なね、木くずになるかちょっと見てみたいっていうのとね、はい、これがね、だいたい75ミリです。今ね、測って持ってきました。これ広葉樹なんでね、若干硬いんですが、はい、75ミリぐらいね、になってますので、これがマックス一応できる最大径になってますんで、これができるかどうかね、ちょっと試しにやってみたいと思います。
はい、今ね、75ミリ入れたんですが、ちょっとね、スライスするときに入れ方を工夫しないと、若干こうやってね、刃がぐさっと入ったときにね、ちょっと負荷で止まってしまいます。ただね、エンジン直結なので、もう一回エンジンをかければね、すぐに復活しますんで、ちょっとこれをね、頑張ってやってみたいと思います。はい、いかがでしょうか。今ね、全部やりきりました。75ミリはね、ちょっとしんどいね。できないことはないんですが、ちょっと入れ方を工夫しないとエンジンが止まってしまいます。直結式なんでね、やっぱりダイレクトに力の負荷がかかるとエンジンが止まってしまいます。けれども、それが安全なのでね、止まらないよりはいいんですが、入れるときにね、ちょっとずつこう押してあげないと、で、うまい具合に押してあげないとね、跳ね返ったりしてきますんで、ウッドチッパーってね、もともとそういうものなので、このメーカーに限らずなんですけどね、ちょっと押し方を工夫してあげると、うまくこう、さーっと入ってね、こう、パパパッとこう、出てくれます。だけどね、75ミリ限界近いのはね、ちょっと気をつけないとね、危ないです。ので、ちょっとね、細めのを選んでね、入れた方がいいのかなと思います。今、粉砕したのはね、こんな感じです。はい。とても綺麗なウッドチップになってます。すごいね。これをね、こんな余ったね、枝でこういうものが作れるっていうのは、これ再利用できますし、あと、例えばね、畑の肥料とかね、そういったものに使えますんで、あとこう、ぬかるんでるところにね、敷いたりとか、あと山の中にね、敷いてあげるとね、もう感じがね、本当にウッドチップのね、いい感じになりますんで、これはね、後ほど時間がある時に粉砕して、またその時にね、動画にしたいと思います。で、こういった、袋の中にね、たくさん集めて、ストックするというかね、今すぐは使いませんけども、全部ね、あとこう、綺麗になった後にね、敷きたい場所とか、そういったところにね、チップを敷けるように、ちょっとね、ストックしておこうかと思います。ここにね、大量にあります。で、太い木はね、もちろん、チップにできないですけども、細い枝とかね、あとこういったつる系ね、こういうやつ。あとはこういうものとかね、はい、チップにできますんで、こういったのはちょっと後で仕分けしてね、太い木と、細い枝とね、分ければ十分チップにできるね、量があります。向こうにも山積みになってますからね。はい。いかがだったでしょうか。これね、正直私としてはね、ありかなと思います。これ 7.5 馬力、75ミリ最大ということなんですが、十分力もありますし、35キロということで、これはね、一番大きいですね。持ち運びができるっていうのは一番大きいと思います。私ね、他の、先ほども言ったんですが、ちょっと他のメーカーさんもね、YouTuber 御用達の黄色いやつありますよね。あれもね、ちょっと見てたんですが、80キロちょっとかな。この 7.5 馬力クラスでね。そうするとね、軽トラックから下ろしたり、乗せたりするのもね、結構一苦労です。一人じゃちょっと危ないかなっていう感じです。ただね、私の軽バンでさえ、これもそのままね、一人で持ち運んで入れることができます。
30キロですんでね、米1袋分ぐらいの、重さプラスちょっとかな、になりますんで、十分持てます。男の人であればね。はい。こんな感じでね、ちょっと今回はこのガイド様からご提供いただいたウッドチッパーの方をね、ちょっと使ってみました。ただね、ちょっと音が大きいので、イヤーマフね、私みたいにちょっとイヤーマフとか、あとヘルメット、フェイスガード、そういったものをね、使った方がいいと思います。耳がね、やっぱりうるさいと疲れますんで、なるべく使った方がいいと思います。あとこういったね、枝、切りながらね、入れますんで、こういったね、こういったね、剪定バサミとかね、はい。あとこういった小型のね、これバッテリー式の、これアルチザンツールのかな。で、前ね、レビューしたこうチェーンソー、こういったのもあるとね、粉砕するときに非常に楽です。こう切りながらね、もう入れてあげて、入れたら次のを切ってね、準備するといった感じでやると結構ね、段取りよくできるかなと思います。はい。で、ガイドさんはね、他にもね、高圧洗浄機とか、あと何だったかな、結構ね Amazon を見るとねいろいろ出してます。自社製造となってましたので、メイドインチャイナなんですが、日本製でねこういうのないですもんね。この金額帯で、8万9万円とかね、10万円切るぐらいの金額でこういった粉砕機っていうのは日本製ではね私は知らないです。大体はねやっぱり中国製になってくるのかなと思います。でそういうところでねこのガイドさんは自社製造でやってますんで、メイドインチャイナなんですが、いろんなね製品出してますので結構面白いですんでね、Amazon のねページ見てみると、結構面白い商品があるかと思います。次回ね、ちょっとユンボとかはね洗浄できるような強力なね高圧洗浄機が欲しいですね。お願いしたいです。はい。今回はねちょっとウッドチッパーのレビューということでやってみました。また次回以降ね、チップにする機会があれば一気にここを粉砕して片付けたりしたいので、ちょっとね時間が空いた時に、そういった動画の方もねぜひ撮ってみたいと思いますので、引き続きね、見ていただければと思います。はい、ありがとうございました。